っていう視点でここで張ってる人はもう論外です。タオケンさんの動画でそこに打たせるような球出しができれば強いとおっしゃってましたが、バドミントンは対人競技である以上絶対ここに来る返球が来るということはなさそうな感じです。いかがでしょうか。ちなみにタオケンさんの11話が順番に見始めて勉強させてもらう。ここっていうのはないんですよね。もうしょうがないな。こうやってこれタオケンねこれあるじゃないですか。で簡単に言うとバドミントンっていうのはまず本当はね何箇所もあるんですけど、じゃあまず4箇所、フォア前フォア奥バック前バック奥ね、ラウンドがありますね。例えばこっちの人は右利きです。じゃあ女性、多分名前が女性っぽそうなので女性だとしますね。はい。まずここに来るっていうのはないと思いますけど、普通に皆さん考えて、皆さん多分同一意見で言うと、じゃあまずね、ここっていうところの前に一つ段階があるんですよね。はい。じゃあまずタオケンが、じゃあどうしようかな。相手のフォア奥の一番下。バドミントンは4箇所しかないっていう体でだよ。そうするとどこに来る可能性がありますか？フォア奥だったら4箇所ですね。でも、フォア奥じゃなく、うまく相手をハイバックにさせることができましたと。はい。例えば、一番簡単な分かりやすい例で言うと、ハイバックにできるようになりましたと。そしたら、4が2になりますね。普通に考えると。普通に考えるよ。中には女性でも小学生でもハイバックに繰り上げてる子いますけど、普通に考えてね。そうするとほら、4から2になるでしょ。こういうような張り方をしていくんですよ。だから何が言いたいかと、これを徐々に減らしていけばいいだけの話です。はい。今簡単に言っただけで2個減ったんですよ。はい。で、さらに頭のいい子。いきますよ。相手をハイバックに持っていきますね。はい。そうした場合、どうするかっていうと、別に、こんなのは外れてもいいですし、相手の打ち方見て、予測するんですけど、常にですよ。いきますよ。この前っていう視点で、見える。前っていう視点で5対5で張ってる人はもう論外です。これ言ってる意味わかる？深いよ。これ見えるね。はい。例えば、左7。クロスに来る可能性が7かな。はい。右は3。この逆でもいいです。3、7。とか、2、8とか。8、2とかね。常にこういう風なバランスを持って、前に来る、でも右に来る可能性が高いんじゃないか、左に来る可能性が高いんじゃないかって瞬時にこう予測できる人は、この数を減らすのが早いです。はい。常にこの考え方の人、絶対ダメ。だし、多分今この考え方、多分この質問させてもらってる方で言うと、やべ、チャンスだったのにっていうパターンで、チャンスを逃してるパターン結構多いです。例えばですよ。これ男子でも言えることなんですけど、例えばね、いきますよ。男子でね、ハイバック追い込みましたと。で、前張りました。で、前だと思ったんで、前を、ストレート8、クロス2で張りましたと。例えば、バコーンってクロスクリア来ました、ハイバックで。相手に1点いっちゃいました。マイナス1点、こっちプラス1点。だから何なの？なんですよ。僕からすると。だから何なんですかって。重要なのはこの作業。この作業ができてるかどうか。常に、この作業をしてる人は上手くなんないですよ。5-5。勝てるようになんないよ。だし、ちょっとのチャンスを逃しちゃうよ。こういう風な感じでいくと、もう一回最初から書きましょうか。ちょっと汚くなっちゃったからね。今の1から説明しないですけども、こういう風にあって、青剣と。で、相手がいると4箇所あったとして、ここに打つことができてハイバックになりましたと。で、人間の心理。もう前だと思いますと。このラリー、ここに来ました。決めました。プラス1点、マイナス1点。ってなったとするでしょ？そうすると、次、今のはここが8、こっちが2の予測だったんだけども、心理戦なんで、ここ8でやられてますと。そうするとどうなるかっていうと、別にこっち次7、3でもいいんですよ。同じ風に追い込めたら。だからこれが外れてもいいんだって。でも、大体人間の心理で言うと、特に何も考えてない人の話ね。8、2で張られて、ここでやられるじゃないですか。そうすると絶対7、3になるんですよ。絶対人間の心理。何も考えてないとね。で、もしだよ、8、2でやられてんのに、もう一回こっち来たとするじゃないですか。何も考えてない手で言うとね。っていうと、ここにしか打てません。はい。こういう感じです。バドミントンでこうやってやるんですよ。で、俺は悪いけど、この考え方は長けてたっす。長けてた。これをね、
この感覚持ってる人って結構多いと思うんですよ。トップの選手でも。でもね、これ言語ができないと思う、みんな。絶対に返球がここに来るじゃないんですよ。返球がここに来るように持っていかないとダメなんですよ。わかります？わかりますね。この考え方重要ですよ。小4です。手首で打てと言われてるのですが、どうすればいいですか？手首で打てない子に手首で打てって言われても無理なので、手首が返る位置で打てって言ってあげてください。だからそれは、だから体の前ですね。ここだと手首返らないんだよね。ここだとしっかり返るでしょ。だし、こう変に、できないことをやろうっていう風な方向性じゃなく、